今日は DJI から出てる3つのポータブル電源を比較しながら紹介していこうと思います。DJI といえばドローンが有名ですけど、ドローンだってさ、結局バッテリーが格の技術になると思う。カメラとバッテリー、飛行のオペレーションとかもあるけど、バッテリーはドローンにおいてかなり重要。それをポータブル電源に活かしている。ここに今3個ポータブル電源があって、DJI のパワー1000ミニ、パワー1000 V2、パワー2000、3種類あります。パワー1000 V2 は何回か使っていて、結構慣れている。これはこの前到着したやつで、撮影外でもちょいちょい使ってます。で、これは今回ね、新しく送っていただいた2000。これも様子を見ながら比較していこうと思います。今回の動画で一番伝えたいことは、結局どのポタ電を選べばいいかっていうことですね。ポータブル電源の選び方とか、どれがいいのか、結構視聴者さんから DM とかで質問を受けるんですけど、本当に答えづらくて、なんでかっていうと、ユーザーの使い方によって全く異なってくるんで、どういう人たちに対してこのポタ電がいいですよっていうのを、この3つの中で今回はお話しできればと思います。この DJI のポータブル電源の共通の機能とか特徴があって、他のメーカーにない特徴として SDC ポートがあって、パワー1000ミニにもパワー1000 V2 にもパワー2000にもついてる。9V から 28V、300W 前後の出力を得ることができます。これをね、アクセサリーとか DIY とか組み合わせると、すごい面白い使い方ができます。後半でお話ししたいと思ってます。それでこの3つぶっ飛んだ仕様があって、安全性にも直結する部分なんですけど、圧に耐える力がすごくて、1トンのものが乗っても耐えられる頑丈な作りっていうのは多分業界で唯一だと思う。ポータブル電源において一番重要だと思うことが、前の面にポートが全部揃ってること。特に車中泊でポータブル電源を使うっていう時にこれが重要になってきて、車の中って狭い四角形で壁に囲われてる状態で、ポータブル電源を車内の真ん中に置くっていうことはまずないと思っていて、だいたい四隅のどっかとか壁際に置くと思うんですよ。そうした時に前と後ろとか横とかに出力ポートが分散してると、壁が邪魔で使いたいポートが使えないとか、そういう不便が発生するんで、全部自分側にポートが向いてるってことは必須条件。もう一つが上の面がフラットになってるっていうのが重要だと思う。なんでかっていうと、これができるから。これがね。車の中って狭いから、ポータブル電源の上のスペースでさえ貴重なスペースになってるんで、上の面がフラットになってるってことは超重要。以上が DJI のポータブル電源共通した特徴でした。どういう使い方をする人がどのポタ電がいいかっていう話なんですけど、例えばざっくりなんですけど、1泊とか2泊とか日数少なめ、家電そこそこ使うぐらいの人は 1000Wh クラス、この辺がいいと思います。3日とか4日とか連続して電気を使いたい、大容量の家電も使いたいっていう人は 2000Wh クラスを選ぶといいと思います。いっぱい電気使いたい人は大きいものを選ぶといいんですけど、容量がでかくなればでかくなるほど大きさと重さも比例して大きくなってくるんで、それをどこまで許容するかっていうのも選ぶ基準になるとは思います。重さで比較すると、この2000は 22kg、パワー1000の V2 は 14.2kg、で、パワー1000のミニは 11.5kg、14.2kg、22kg、8kg の差があると。結構面白いのが、パワー1000ミニとパワー1000 V2 って同じ 1000Wh の容量のポータブル電源なんだけど、大きさが全然違います。この違いも面白くて、だいたい半分ぐらいの大きさなんですよね。重さは半分とまではいかないけど、14.2kg と 11.5kg、3kg ちょいの重さの違いがあります。同じ容量だけど、機能を削ることによって軽量化と小スペース化を実現したのがこのパワー1000ミニ。何が違うかっていうと、出力が違う。出力で比較すると、パワー2000は 2700W。ドライヤーが 1200W ぐらいなんで、ドライヤー2個同時に使っても大丈夫なレベル。化け物級。パワー1000の V2 は 2600W。これもほぼ同等。ケトルとホットサンドメーカーを同時に使っても大丈夫だし、贅沢な家電の使い方もできちゃう。それに対して、パワー1000ミニは出力の部分を大きく削っていて、最大出力が 1000W になってる。1泊2泊の旅をする人でも、大容量の家電を使いたいっていう人はパワー1000の V2 がいいし、いやいやそんなに同時にいっぱい家電使わないけどケトルとかホットサンドメーカーと使いたいっていう人はパワー1000ミニで十分事足りると思います。今何泊だったらこれがいいとかは途中で充電しない前提で話してるんですけど、この3つそれぞれ走行充電とかソーラー充電も可能になるんで、そうなるとまた話が変わっ
ってくると。それについては後でお話しします。ざっくり3つのポータブル電源の違いをお話ししたんですけど、次はちょっとそれぞれのポタ電で特徴的なことを見ていこうと思います。まずこのパワーセンミニ。正直に言うと一番すごい。まずもうすごい順に言っちゃうと、充電温度がマイナス10度から。パワーセン V2 とパワー2000は充電温度0度から。なぜかこれだけマイナス10度から充電ができちゃう。これはね、もう本当にすごいことで、普通リチウムイオンバッテリーって氷点下で充電するとバッテリーが劣化しちゃうから0度以上じゃないと充電しないものがほとんどなんだけど、もうマイナス10度で充電できるんです。マイナス10度で充電できるの何がいいかって、冬の北海道とか普通にマイナス10度とか行くんですよね。その状態でも充電できちゃう。外がマイナス20度の車内マイナス10度とかでも充電できちゃう。寒いところで充電しながら使いたいっていう人はもうその時点でこれ一択。面白い特徴もう一つがケーブルがついてる。これがねかなり革新的で、スマホ充電したい時に自分でケーブルを刺さずとも充電できちゃう。実際にポタ電を買うっていうことになってくると値段が一番気になるところだと思うんですけど、パワーセンミニは公式サイトだと5589円。1000Whクラスって考えるとかなり安い部類。パワーセンの V2 は65100円。パワー2000は115500円。やっぱ容量が2倍になると値段も2倍近くなる。同じ容量でも出力が大きいと15000円ぐらいの差がここで発生してます。で、具体的にどんな家電をどれぐらい使えるかっていうと、パワーセンミニ、携帯電話が約54回充電できる。コーヒーメーカーは55分。プロジェクター7時間。車載冷蔵庫は18時間。電磁調理器1時間使えます。で、このパワーセンミニがどんな人におすすめかっていうと、とりあえずこれから車中泊とかキャンプ始めたい人、初めてポータブル電源を買うっていう人に一番おすすめだと思います。パワーセン V2 1000Wh クラスのポータブル電源、さっきのパワーセンミニよりは出力が段違いです。合計 2600W。 ポートの数で比較するとタイプ C は2個2個、タイプ A も2個2個、コンセントの数も4個4個で変わらない。でこの SDC の数が1個と2個の違いはあります。これは後で話すけど地味に大きいです。具体的にどの家電がどれぐらい使えるかっていうと、携帯の充電約57回、プロジェクター約 9.2 時間、キャンプ用ライト約32回、車載冷蔵庫 50W で約19時間、コーヒーメーカー 1000W を約55分間。何をどれぐらい使えるかはパワーセンミニと同じぐらいなんだけど、大容量の家電を同時に使えるっていう点で異なります。3つ目のパワー2000、今日初めて開封して見てるんだけど、これ一番びっくりしたのが USB のポートが倍ですね。タイプ C が4個ある。タイプ A も4個ある。なのでどちらかっていうとドローンとかカメラとかいっぱい同時に充電したい、 YouTube とか SNS でクリエイターをやってる人はこれぐらいいっぱい USB のポートがあると助かるなっていう感じはします。であとは容量が単純にパワーセン V2 の倍になってるんで長旅をする人に向いてると思います。このパワー2000で実際どれぐらいの家電を使えるかっていうことなんですけど、さっきのパワーセン V2 の倍ですね。単純に携帯電話は114回、キャンプ用ライト 100W64 回、コーヒーメーカー 1000W 約110分間、プロジェクター18時間、車載冷蔵庫 50W 約38時間ってなってます。SDC の出力ポートについて話したいんですけど、これが何ができるかっていうと DC のアウトプットをまとまった容量で取り出せると、車中泊ユーザーにとってはかなりのメリットになり得ます。 FF ヒーターとか、車載冷蔵庫もそうですし 12V の照明も使えるようにできます。だから要はポータブル電源をサブバッテリーとして使うことができる。具体的にどうやって 12V 電源を取り出すかっていう話なんですけど、この SDC のポートに対応したオプションのケーブルがいろいろ DJI から出ていて、 XT60 の電源ケーブルっていうのが一番使えるかなと。つなぐとそこから 12V 電源 300W 取り出すことができると。その先はちょっとある程度 DIY が必要になるんだけど、フューズボックスをつないでそのフューズボックスから FF ヒーターとか冷蔵庫用のシガーソケットをつけたりとか、照明
サブバッテリー化するまでもなく、冷蔵庫とかシガソ系で使える 12V の電源を使いたいっていう人は、車用デバイス充電プラグ電源ケーブル3630円で出てるんで、そういうの買うと車載冷蔵庫ここから使えたりもします。DJI っていうドローン、各種ドローンの急速充電用のケーブルも出てるんで、そういうのを使うとドローンユーザーにとってもすごくメリットがあります。走行充電とソーラー充電の比較。今となってはいろんなメーカーさんでもできるようになってるけど、数年前まではそんなことできなくて、それがサブバッテリーシステムに比べたデメリットだったんだけど、それがもうできるようになっちゃってると。ポータブル電源で。そんならもうわざわざめんどくさい DIY なんてしないで、ポータブル電源でいいじゃんってなっちゃいます。走行充電、ソーラー充電するってなると、パワー線ミニとその他2つで勝手が違って、これもまたパワー線ミニすげえって話になっちゃうんだけど、これなんと走行充電器と MPPT のソーラー充電器内蔵してます。だからこれ用の走行充電ケーブル、カーバッテリーチャージングケーブルっていう、これ要はただのケーブルっすね。充電器内蔵してるから、このケーブルをつなぐだけで走行充電ができるようになると。これをソーラー充電するときは MC4 ソーラー充電ケーブルってのを買うとソーラー充電ができるようになります。でなんですけど、パワー線ミニで言うと、SDC ポートが1個なんで、走行充電するときは走行充電だけ。ソーラー充電するときは走行充電ケーブルを外してソーラー充電ケーブルを入れてソーラー充電すると。なので、どれか1個しかできない。そういう運用上のちょっとした不都合は生じます。パワー線 V2 とパワー2000については、一番大きな違いは SDC ポートが2個ついてます。結論から言うと、この2つの場合は 12V 電源の取り出し、走行充電とソーラー充電を全て同時にできます。一個一個外して付け替える必要がない。だからもう車の中に常設して、ほぼ完全なサブバッテリーとして運用ができます。具体的にどうやるかっていうと、1個を走行ソーラー充電、1個を 12V 電源として使うイメージです。この2つはパワー線ミニみたいにソーラーチャージャーと走行充電器っていうのは内蔵はしてないんで、外付けをする必要があります。アクセサリーとしては走行充電器とソーラー充電器と走行とソーラーをどっちもできるっていう充電器があって、走行ソーラー充電器っていうのを使うともう差し替えなしで全てができちゃう。 1.8kW ソーラースラッシュ車内超急速充電器59,400円、結構な額するんだけど、ソーラーパネルとオルタネーターへの同時接続に対応。1200W のソーラーパネルと 600W の走行充電ができると。一つのポートで。じゃあもうちょっと待って、ごめん。まとめると、もう本格的なサブバッテリーと同等レベルの使い方をしたい人は、これとかこれを選ぶべき。それでいて、結構頻繁に移動する人とかはこれでいいと思う。容量が大きいこっちの方は、あんまり移動しない、走行充電しないっていう時に、こっちが結構使える。一箇所に何泊も留まって楽しみたい人はこっちの方がいいと思う。ソーラー充電できるからこれでもいいじゃんっていう人もいると思うけど、ソーラー充電って天候に左右されるし、雪が降ってソーラーパネルが埋もれたらできなくなっちゃうとか、不確実性が走行充電に比べて高いので、ソーラー充電をね、当てにすると振り回される。確実にソーラー充電できるよっていう状況の人は、この 1000W クラスでも一箇所に留まった旅もできるかもしれない。DJI パワー線ミニ、パワー線 V2、パワー2000、それぞれの特徴があって、いろんな使い方ができるんで、ぜひ概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。